皆さんこんにちは、みさとです。私は今近鉄特急ひのとりで名古屋に着くところです。今回の旅は名古屋から始まります。近鉄名古屋駅についてひのとりを下車します。ひのとりは運転開始5周年ということで、カフェスポットのカップや先頭車のロゴが5周年バージョンになっていました。近鉄の改札口を出まして、切符を買いにちょっと歩きます。階段を上って地上階へ。ちなみに今回の目的地は東京都内です。新幹線を使わずに在来線で向かう旅になります。実は3年ほど前に一度実行した旅ですが、最後の最後でトラブルで当初の目的と違う旅になりました。そのリベンジの旅になります。と言ってる間に着きました。エスカ地下街のチケットショップの自動販売機で最初に使う切符を購入します。よろしければ購入するボタンを押してください。買った切符は JR 名古屋豊橋カルテット切符。本来は4枚売りのトクトク切符をチケットショップでお安く1枚で購入しました。普通に買うと JR で名古屋から豊橋は1340円のところが1000円で済むので、だいぶお安いですね。この切符で入場。今回の乗り継ぎ旅の1本目の列車は8時29分発の新快速豊橋行き。快速豊橋行きが到着いたします。それでは乗車します。こうして新快速豊橋行きは発車。東京方面への旅の始まりです。豊橋まで56分。この列車は三河大塚駅に停車する新快速です。淡々と新快速停車駅に止まって行きます。出ている速度はこのぐらい。名古屋では大量に降車がありましたが、ここから豊橋方面は窓側の席が埋まるぐらいの乗車。岡崎の市街地を抜けて見えた田んぼの風景。田起こしをしている時期でしょうか。青々としているところは麦っぽいですね。高架駅の蒲郡駅に停車。名鉄蒲郡線の電車が見えました。蒲郡を出ると丘の上にお城に見えなくもないホテルにこんもりとして見える竹島が見えました。トンネルを抜けるとラグーナテンボスが見えて、まもなく三河大塚駅に停車。駅からラグーナテンボスまで徒歩で約20分、路線バスで約10分だそうです。蒲郡駅からも無料シャトルバスがあるそうです。次は終点の豊橋です。西小坂駅を過ぎると名鉄名古屋本線が見えてきます。飯田線の線路も寄り添ってきて、もうすぐ豊橋という雰囲気になってきます。こうして9時25分豊橋駅に到着。下車します。ホーム向かいに浜松行きが止まっていますが、これには乗らずに一旦ここで下車します。すいません、この切符記念にいただきたいんですけど。すいません、どうもありがとうございます。改札を出て向かっているのは新幹線の自動券売機。これから利用する休日乗り放題切符を買いに行きます。在来線の自動券売機でも買えたと思いますが、クレジットカードで買うなら新幹線の券売機が確実かなと思います。在来線側でも JR 全線切符売り場でカードが使えますが、有人窓口は混んでいますし、券売機が無難でしょう。ノーファインダーで撮っているのでちゃんと見えていませんが、休日乗り放題切符を購入中です。ということで購入できました。そして在来線の改札口から入場。9時48分の浜松行きに乗ります。電車が来ました。313系のロングシートな編成。この休日乗り放題切符を紹介しますと、東海道本線だと豊橋から熱海まで、御殿場線の全線、身延線の全線で土休日の1日が普通列車で乗り放題の切符です。静岡県の JR 東海路線限定の青春18切符みたいなフリー切符ですね。
豊橋から浜松まで途中の駅と到着時間です。浜松までは34分です。最初座っていましたが、ロングシートで座っていると車窓の撮影が難しいので途中で立ちました。途中の新井駅から弁天島駅付近は新幹線の線路と並行し、浜名湖が車窓に広がります。浜松の一つ手前の高塚駅は昨年爽やかのハンバーグを食べに降りた駅です。高塚駅を出るとスズキの本社と展示施設の鈴木歴史館があります。歴史館は無料で見学できるそうなので、いつか行ってみたいですね。浜松駅手前の新幹線の高架を抜けたあたりで211系と311系が多数バラバラに置かれていました。この後解体されるのでしょうか。 JR 東海の浜松工場が見えて、遠州鉄道新浜松駅がちらりと見えて、浜松駅に到着です。ホーム向かいに元セントラルライナーの313系が発車待ちで、乗りたい気持ちになりますが、気持ちを抑えて階段を降ります。ここで途中下車しまして、まだ10時半で少し早いのですが、11時ぐらいからお店は開いていると思うので、浜松でお昼にします。時間が少し早いので駅を散策。浜松駅の北口には行ったことがないので出てみます。北口をぐるっと見回すとこんな感じ。浜松市のマスコットキャラクター、出世大名家康くんがいました。三色団子までお持ちのようです。11時前になり、お昼に予定しているお店が開いているかなと南口から外に出ます。南口の駅舎はこんな感じです。直前になって気がついたのが、行こうとしていたお店が11時半からだったのが判明。11時開店のお店に変更してもよかったのですが、時間に余裕があるので30分ほど駅南口周辺で時間調整。駅前の花水木が綺麗でした。4月は桜の次は花水木の季節ですね。他に浜松餃子の無人販売所があったりしたので眺めたりしていました。そのうち時間になりお店に入ります。入ったお店は浜松屋どん兵衛さん。ランチ限定の餃子定食8個にしました。しまったと思ったのは、餃子が円形に並べられているのは10個かららしく、8個ではこうなっています。でも浜松餃子らしいもやしはついていますし、適度に焼けた餃子はとても美味しく、8個をペロリと平らげました。10個でもお腹には十分入ったと思います。ごちそうさまでした。駅に戻ると12時で、カリオンがエーデルワイスを奏でていました。ホームに行くと12時9分発の熱海行きが入線。6両編成で後ろ2両が転換クロスシートの313系でした。時間になり出発。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。普通315系と同じような自動放送が流れます。The next stop is Mikuria CA30. 東西に長い静岡県ですが、普通列車でも転換クロスシートで移動しているとちょっと気持ちが楽ですね。掛川駅の手前で停車のために減速しているこだま号を追い抜きます。掛川駅は12時36分着。菊川駅と金谷駅の間で島田市に入ったあたりです。今見えたのは金谷茶産地と書かれた看板。日本三大銘茶の静岡茶の産地の中を走行中です。金谷駅大井川鉄道ホームにいたのは元東急の7200系電車。島田駅は静岡方面への折り返し列車の始発駅です。
こうして浜松からちょうど1時間の13時9分に焼津駅で途中下車。特に何か目的があって降りたわけではなく、カツオで有名なところだよねと思いつつ降りました。駅の自由通路にこんな展示コーナーがありました。焼津市にある企業、工場、作られている商品の紹介、羽衣フーズなど缶詰のメーカーが多いですね。駅前には足湯がありました。温泉もあるのですね。足はつけなかったけど触ってみました。足湯のそばに小泉八雲像がありました。小泉八雲といえば今年秋からの朝ドラのバケバケのヒロインの夫です。焼津でもゆかりの地としてロケがされるかもしれませんね。こうして次の列車まで28分ほど過ごしまして、13時37分発の沖津行きに乗車。この列車を2駅目の安倍川駅で下車。ひょっとしたら富士山が見えるのかと思ったのですが、駅前からは見えず、12分後の12時58分発の熱海行きに乗ります。この列車も後ろ2両が年間クロスシート。長い静岡県の横断がこの椅子だと快適です。新幹線はお乗り換えです。お出口は静岡駅では隣の席にも座ってこられるほど乗車がありました。静岡鉄道との並走区間は複々線区間のようにも見えました。沖津駅と由比駅間を走行中です。よく見ると富士山が見えていますが、今は霞んでしまっています。先ほどの安倍川駅も同じ理由で見えなかったようですね。今回は静岡駅より乗降が多かった印象の富士駅、身延線の乗り換え駅です。こちらは岳南電車乗り換えの吉原駅。岳南線のホームは北側にあり、車窓反対側になります。こうして15時ちょうど沼津駅に停車。ここで乗り換えです。30分以上時間があるので改札外に出てみます。沼津の駅前には記念碑と蒸気機関車の動輪がありました。再び改札内に戻りまして、交通系 IC カードは会社をまたぐ利用は基本できませんが、この沼津駅は駅限定で自動精算機利用で一応可能のようです。多分鉄道系 YouTuber さんのどなたかが実践されてそうですが。ということで次に乗るのは御殿場線経由の神津行き。こんな感じで御殿場線内を走って行きます。15時34分、沼津駅を発車です。沼津から2駅目の下戸狩駅の手前で東海道新幹線と三島資料所の下を通過。その下戸狩駅は丹田トンネル開通前の御殿場線が東海道本線だった時まで三島駅となっており、駅構内も広く比較的大きな駅だったことが伺えます。さて御殿場線は箱根の山を迂回のために回り込み、坂を登っていきます。岩波駅に停車。ここを発車後、左車窓にうっすらと富士山が見えますが、ほんとうっすらとだけ見えました。藤岡駅を発車してやっと全体が見えましたが、それでも薄い感じの富士山でした。こんな日もありますね。南御殿場駅に停車中です。この列車はワンマン運転で2両目の扉は締め切り扱いです。御殿場駅に停車。ここは御殿場線で一番標高が高い駅で、過去の東海道本線時代は沼津、神津の両方向から補助機関車をこの駅までつないでいた駅。当然駅の規模も大きくなります。ホームの積み石も歴史を感じさせますね。この駅で14分間の停車。沼津行きの列車交換と当駅が終点の小田急線新宿からの特急富士山5号の到着を待って、この列車神津行きは発車します。御殿場を出てしばらくすると鮎沢川沿いで山あいの中を走ります。足柄駅、駿河尾山駅と来て、この駅までが静岡県になります。
神奈川県に入って最初の駅、矢賀駅。神奈川県に入って御殿場線沿いの鮎沢川は酒川川と名前が変わります。駅の横に D52 型70号機が生態保存されている山北駅。東海道本線時代は補機の連結で賑わった駅です。駅構内の広さが当時の面影を忍ばせます。山北駅を出て東へカーブすると開けてきます。酒川川による扇状地である足柄平野が見えてきます。東山北駅の次は松田駅。休日乗り放題切符の有効区間はこの列車の終点の交通駅までありますが、松田駅で休日乗り放題切符の利用を終えます。この列車御殿場駅から1駅ごとに乗客が増えて結構な立ち客が出ていました。かなりの方が降りられて小田急に乗り換えなのかもしれません。ここから先は私も小田急で新宿に出ます。松田駅有人改札は行列になっていました。聞こえてきたのは IC カードで会社間またがりの方もおられたらしく、これは結構手間がかかりますね。私は自動改札で出場。松田駅南口を出て道の向かいに小田急新松田駅があります。小田急の列車まで1時間ほどあるので、ここで早めですが夕飯をいただきます。駅近くの若松食堂さんにしようかと思いましたが、本日は予約のみとのこと。もう少し西へ行くと寿庵さんを見つけて、こちらでいただくことに。天丼かカツ丼にしようか迷った挙句カツ丼にしました。今日はそんなに歩いていませんが、電車に揺られ続けると結構お腹がすくんです。温かいお味噌汁にカツ丼、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。食べ終えると乗車する列車の発車10分ほど前でした。早足で駅に戻ります。ちなみにこの大きな邸宅は中澤酒造という蔵元。私はお酒を飲みませんが、ちょっと立ち寄ってみたいところでした。時間があまりないので急ぎます。踏切を渡ったので多分もう大丈夫でしょう。松田駅北口駅舎が見えてきました。ここから先は小田急に乗りますが、特急料金700円を課金して特急富士山に乗ります。特急富士山は先ほど通った御殿場駅始発 JR 線に乗り入れており、松田駅北口がある1番線ホームからの発車となります。そして特急富士山に松田駅から新宿方面へ IC カードで乗車する場合は、改札口で駅員さんに申告の上、窓口の IC カードリーダーで記録させる必要があります。これも交通系 IC カードの会社間またがりの罠ですね。通常の IC カードリーダーにタッチだと、新宿駅で駅員さんに手間をかけることになります。特急富士山の入線は取り損ねました。私の指定席は6号車。先頭車なので前まで歩きます。この駅で JR の乗務員さんから小田急の方へ交代です。そして特急富士山に乗車。3年前に同じく休日乗り放題切符で増田まで来て、富士山が運休になっていたので、今日こうしてリベンジが叶います。停車時間がもう少しあるので座席を見てみます。グレーのシートに朱色の枕カバー、背もたれの背面は木目調、下にポケットがあります。コンセントはここにあります。テーブルは肘掛け収納ですが、そこそこ大きく耐荷重 10kg とあります。リクライニングのボタンはこちら。ポケットの案内は小田急の各サイトのご案内。そんなこんなで1時間ほど滞在した松田駅を特急富士山6号は発車。JR 線から小田急線への連絡線を通ります。増田からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。
富士山6号新宿行きです。停車駅は秦野、本厚木、相模大野、新百合ヶ丘、新宿です。自動販売機はNumber 6 to 新宿 and 新百合ヶ丘 before reaching the 新宿terminal。この先の停車駅と到着時刻です。新宿到着予定は19時5分。秦野盆地に抜けるまで少し山あいを走ります。秦野駅停車。秦野市は盆地でも海に近いおかげで夏は暑く冬は冷え込む盆地特有の気候ではないようなので羨ましいと思う奈良盆地の住民の感想です。秦野は新宿から特急で1時間、近鉄大阪線で例えたら鶴橋から名張あたりになるでしょうか。住宅地が地形に沿って立体的に立っているのがすごいですね。伊勢原駅も過ぎ、この辺りは相模平野、新東名高速道路がオーバークロスしています。この車両で気がついたのはアームレストの位置に対して気持ち窓の位置が高い印象を受けました。近鉄ビスタカーの会場席がこちら、この富士山がこちらです。その分上方向の窓が高いですね。と言ってる間に本厚木駅に停車。本厚木駅を発車して相模川を渡ります。相模大野駅に停車。もうだいぶ日も暮れました。新百合ヶ丘駅に停車。次の停車駅は終点新宿です。多摩川を渡って東京都に入りました。今回の旅は名古屋から東海道本線、豊橋から休日乗り放題切符を使って御殿場線の松田駅まで来て、松田から小田急の特急富士山6号に乗って新宿までの旅でした。豊橋まではチケットショップで買った切符で1000円、その先は松田まで休日乗り放題切符を使って2720円、松田から新宿までは IC カード利用で796円でした。普通列車利用だと名古屋から新宿までは4516円で移動できることになります。今回私は特急富士山利用なので700円プラスになりました。さらに新宿から東京まで JR で IC カード利用なら208円。これだけで名古屋から東京への移動ができることになります。まもなく終点新宿に到着いたします。 JR 線、京王線、地下鉄線はお乗り換えです。特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。代々木のドコモタワーのライトアップが見えて南新宿駅を通過。こうして新宿駅に到着です。特急富士山の旅も増田から1時間と8分で無事に到着です。この後は JR 新宿駅から中央線に乗車。神田駅で所用を済ませた後、再び中央線に乗車。ちなみにこの日は山手線と京浜東北線の一部が終日運休でした。こうして東京駅に着いたのは21時ちょうど頃でした。以上、今回の動画は名古屋から東京へ休日乗り放題切符とプラスアルファの旅でした。もしよろしければ今回の動画の感想などコメントいただけたら幸いです。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。